ではボタンの花を描いていきたいと思います。今日使う水彩紙はウォーターフォード 100% コットン紙の中目 F4 サイズブロックを使っていきたいと思います。まず中心線を引きます。花を一つ大きく描こうと思いますので、この中心と花の中心がずれるようにですね、中心線を引いてください。鉛筆は B の濃さで描きます。中心をずらしてこの辺に中心が来るようにしたいと思います。十字を引いて花の向きを、取ってしまいます。花びらの特徴をつかんでですね、このボタンの花びらは内側にこう花びらがですね、ペロペロっとこういう風に花びらがなりますので、それを描きましょう。そして花はこのぐらいに、初級用の描き方ということですので、花びらがなるべく少なめの花の写真を選んでいます。で次に葉っぱですね。葉っぱが特徴のある形をしてますので、それをねよく掴んでください。この辺にも1枚描くと、今葉がね下にしかないので、この上の方にも葉を描くと、バランスが取れますので、この辺にも少し緑が入るようにしましょう。こんな感じですかね。はい、では、いらない線とこの中心線を消していきたいと思います。こちらが練り消しというんですが、練り消しで消していきます。練り消しは紙を傷めずに線を消せますので、こんな風になってまして伸びます。で、これこのまま使うんじゃなくて少しね練ってあげてください。そして足していきます。いらない線をね消します。では次にマスキングをしていきたいと思います。ボタンはめしべとおしべのコントラストが非常に綺麗と言われていますので、この部分をしっかり守っていきたいと思います。マスキングはどんなものでも結構です。ホルベインのマスキングでも、ウィンザー・ニュートンでも何でも結構ですので、マスキングを細かくしていきます。マスキングをするのはどんなお道具でも結構です。今度マスキングだけの動画もアップしていきたいと思っています。ここはですね、このおしべの方を細かく一本一本に見えるようにマ
スキングをしていきたいと思います。ではマスキングを乾かしました。描いていきます。今日の描き方は水を引いて描くのではなく、筆にたっぷりのお水と絵の具を含ませて描くウォッシュという技法で絵を描いていきたいと思います。ウォッシュに使う筆は、私はこちらのリスゲの筆を使っていきたいと思います。こちらはリスゲ 100% なんですけれども、この他にリスゲと合成繊維を合わせて作られている筆などがあります。そちらでも結構です。こちら筆になりますね。ホルベインから出されている SQ というブラックリセーブルという筆です。こちらの筆は人工の繊維とリスゲが混ざって作られている筆です。こちらも同じです。こちら今平筆なんですけど、丸筆もあります。ホルベインのブラックリセーブル700というシリーズです。こちらの筆が結構人気でですね、リスゲ 100% だと高価になりますので、こちらがお手頃な価格で買えるので結構流行っています。リスゲは筆の中で一番絵の具とお水をたっぷり含んでくれる筆です。ではこちらで描いていきたいと思います。最初に注意しておきたい部分は花の光が当たっている部分です。光が当たっているのでボタンの鮮やかな赤の色が少し薄くなります。それを先に表現します。まずクリムソン系です。ワインレッドですね。こちらと、ピンク。私はパーマネントローズを使っています。こちらの色を混ぜます。こちらを進めてマスキングをしているので、ここも安心して塗っていけます。花びらの光が当たる部分を少し白く色を残しています。花の先端がギザギザしていますので、少しギザギザ感を出したいと思います。今花の光が当たる部分を少し白く残したんですが、ここの部分の線をお水で溶かしたいと思います。筆を洗ってほとんど筆の水分を取った状態で取ります。タオルで水分を取るのがうまくコントロールできない場合は、ティッシュでこのように取ってこの部分を、これは乾いてしまうとやりづらくなりますので、濡れているうちに少し浮かせるといいです。ティッシュでこのように取ってしまっても結構です。絵の具を取る筆の方にたっぷりのお水がいっぱいお水が入りすぎていると、こうシミがこんな風にうわーっとシミができるんですけど、花びらを描く場合はこのシミも花びらの重ねに見えたりしますので、これはこれでいいと思います。このぐらいですかね。ここにも白いところがちょっとありますね。
まだ乾いていませんので結構取れますので、ちょっと花びらの先端を取っておきましょう。光が当たる部分ですね。では花を乾かしているうちに少し葉の緑を入れていきたいと思います。今花がまだ乾いていませんので、ここの花とぶつかっている部分の葉を入れてしまうと葉の色が花に入ってしまうので、そこは少し避けていきたいと思います。緑の色は基本のサップグリーンですねを溶いて、ボタンの葉の色は少し青みがかっていますので、こちらコバルトブルーを入れます。ではこちらもウォッシュで塗っていきます。でここは乾いていないのでちょっと気をつけながら塗っていきますね。では、ここにウェットインウェットで少し暗めの色を入れていきましょう。コバルトブルーをもう少し多く入れます。そしてちょっと便利な色でシャドウグリーンという色がありますので、シャドウグリーンも足していきます。では色が濡れていますので、ここに、ウェットでですね、ウェットインウェットと言います。色の中に入れていきます。葉のこの付け根の部分ですねに入れていきましょう。塗った色がですね、この先に塗ったこの緑の色が乾いてしまった場合は無理にこの色を入れないでください。その場合はウェットインウェットでは塗れませんので、無理に塗らなくて結構です。ではちょっと乾いてしまったというバージョンを塗りたいなと思いますので、ちょっと色を戻してですね、葉を増やしておきたいと思います。ここら辺に葉がないので、ちょっとここに葉を入れておきますね。ではこちらはウェットインウェットでは暗い色を入れないで置いておきます。ではここで一旦ドライヤーで乾かしてしまいましょう。はい、では乾かしました。ではですね、ここの葉の部分ですね、葉に濡れているうちにウェットインウェットで暗い色を入れましたので、綺麗にここが滲んでいます。こちらの筆はセーブル筆というイタチの毛でできている筆です。ナムラという会社から出ている SNP の8号という筆です。こちらを使ってお水を引きます。きれいなお水をですね、ここに引きます。そして先ほどこちらに入れた色ですね、シャドウグリーンとコバルトブルー、こちらを混ぜた色をここに入れていきます。こんな風になりますね。でこれで乾いた後はこちらと同じような感じになります。ここも乾かしてしまいます。はい、乾かしました。こことここがほとんど同じような感じになります。ではお花に一番鮮やかな濃い色を入れていきたいと思います。一度おさらいですね。花の花びらが光っている部分ですねは濃い色を入れません。ここが花びらですね。そしてこっちもここが花びらですねの先端。それからここにも花びらがあります。ここも花びらの
先端ですね、内側になっている花びらです。こことここ、そしてあとこの辺にも結構あるんですね。この白く取ったところを花びらのめくれているところに、光が当たっているところにしたいと思います。ここら辺もですね。はい、では色を入れていきます。今度は少しお水を少なくしたいので一度作り直しますね。リスケの筆もあまりたっぷりお水を入れないでティッシュで少し取りましょう。同じ色ですね。先ほどと同じ色でクリムソンですね。クリムソン系の色とローズ系のピンクの色です。でこちらの色を入れていきます。では光が当たっているところを避けながらこの濃い色をですね入れていきたいと思います。このギザギザに合わせてですね、ギザギザの内側を塗っていく感じです。はい、ではこれを急いでぼかさないといけませんので、この時にこの筆はたっぷりの水が入りすぎてぼかしづらいのでちょっと筆を変えますね。こちらのホルベインのニューリセーブル3100というシリーズの12号の平筆を使います。こちらの毛は羊毛と合成繊維の混ざった筆になります。ではこれでこの線ですね、こちらにできる線をぼかしていきたいと思います。鮮やかな濃い色とこの塗っていない白いところですね、花の光が当たる白い部分のこの間に線がはっきりと出ます。でこれのことをエッジというんですが、エッジを少しぼかしていくという感じです。でこちらの平筆がお水があまり入りませんので、水のコントロールがしやすいんですね。ですのでこちらでぼかしていきます。ではもう一度今、途中でそうですね、今3分の2ぐらい、濃い色入れましたので、もう少しこの辺も入れていきたいと思います。この光が当たっている部分の以外のところですねを濃く塗っていきます。こちらの花びらも、ここに大きな花びらがあるんですが、光が当たっている部分、そして内側がどんどん、濃くなっていきますので、こちらの内側に濃い色を入れていきます。でまた、筆をリス毛に戻します。ではこの濃いとこですね、内側に入れて、でこの辺でストップしておきますね。です。でこれを後からここをこのようにぼかすわけです。こちらもですね、ここに入れて、でこれを外側にぼかします。であまり早くぼかすとこのようにまたどんどん伸びてきてしまうので、少し待った方がいいんですね。
濃い色を入れました。花びらの奥側です。奥へ奥へと暗くなっていきますので、その暗い色を入れていきます。で先ほど塗ったこの色に紫がある方は紫の色を混ぜていただいても結構ですし、私はこの青のウルトラマリンで青と赤を足して紫色を作っていくわけです。ではこれをですね、内側に入れていきます。なるべく濡れているところを狙ってください。で今ここは乾いてますので、このようにエッジが立ちます。これはまた同じように平筆でこう触ってあげてください。で乾いているとやはりこうやってエッジが立ちます。このエッジも、悪くはないんですけども、嫌だなと思ったらぼかしてください。でこの時ですね、2回目に塗った一番綺麗な鮮やかな色、こちらの方をね潰さないように気をつけてください。なので少しなんですね。ちゃんと層になるようにしてください。明るい一番最初の明るい色、そして2番目の鮮やかな色、そして暗い色ですね。っていう風に3段階にちゃんと色が見えるようにやってください。どうしても最初のうちはこの鮮やかな色をね、この濃い色で香ってしまうっていうことが多いと思うんですが、そこはねなるべく気をつけてください。では花の形ができてきましたので、葉の方にも影をつけていきたいと思います。先ほどと一緒ですね。サップグリーンと今度は青系を混ぜずにシャドウグリーンを、そのまま混ぜてしまいます。暗い緑ですね。もう花が、この辺花のそばは乾いてますので、ここに入れていきます。しっかりですね、濃い色を花にぶつけるようにして入れてください。この辺で一回様子を見ます。それからこちらも少し、できればこういうふうに葉脈をですねちょっと残して、大きい葉っぱはちょっと葉脈が残せればいいなと思います。ここに葉っぱが出てるんですけど、これはもう無理やり入れなくていいですね。今花びらきれいに出てます。はい、では同じように平筆でここをですねいじっていきます。思い切っていじって、このエッジの部分をですねぼかしていきましょう。こちらは、向こう側の葉の部分ですね。ここちょっと濃くしたいと思います。ここは少し青入れますね。コバルトブルーとシャドウグリーン、コバルトブルーとシャドウグリーンを混ぜます。ここの、葉の暗い影で花を浮き立たせたいと思います。はい、そしてまた同じようにぼかしていきます。この
のですね。で写真の方にはこんな暗い色はここにはないんですけども、でもこれは入れといた方が花が浮き立ちますので暗い色を入れます。またぼかしてしまいます。ではここで一旦乾かします。はい、では乾かしました。ちょっとここで一つ気がついたんですが、ここのところに茎があるんですけど、葉の茎ですねがあるんですけど、ちょっとここ潰してしまったのでこれを取りたいと思います。こちらナイロンの平筆です。ナムラのクリスタル筆といって、ここが透明なのでクリスタルって言われてるんですけど、クリスタル筆の、6号の平筆です。これを使います。これはナムラだけじゃなくホルベインとかからもこれは出てます。これよくここが硬くてですね、ビョンってバネみたいになっていてよく、取れます。これにお水をつけて、ここですね、ここにですね茎があったんですよ。これを取ります。水でこうやって拭うだけでこんな風に白く取れるんです。これはとても売れているようです。ここにこうね、ここの葉脈もこの方法で取っていきたいと思います。では背景の色を入れていきたいと思います。それぞれお好きな色で結構です。どんな色でもいいと思います。まずですね、お水を引きます。今日はリスゲの筆を使いましたので、リスゲの筆で色を絞っていきたいと思います。どんな色でも結構なんですけど、私はあまり色を変えずにですね、ちょっとこのボタンの色と同じ色をね、ちょっと入れていきたいと思います。でこちらはこんな風に動かすと色が伸びていくので、これお水は花には塗っていませんので気をつけてください。でここにですね、もう少し暗い色も入れていきたいと思います。バーントアンバーという茶色の色です。こういう色ですね。基本の茶色になります。ホルベインの12色セット、18色セットにも入っている茶色です。こちらのバーントアンバーを溶いて、ウルトラマリンという色と混ぜます。暗い色になりました。私は暗い色を入れたいので、この暗い色をちょっと入れてみます。これはこちらもこちらの方斜めに入れていきます。それぞれ皆さんのお好きな色を入れていただいて結構です。私はちょっと茶色で葉のところとかですね、暗くしていきたいと思います。少しブルーも見せます。ちょっとこの、背景のこの白が結構きついので、ここを私は埋めたいと思います。
では私はこんな感じで乾かしたいと思います。では乾かしました。次におしべを塗っていきます。マスキングを剥がしたいと思います。ではおしべを塗っていきます。使う筆はサイズが小さければいいと思います。こちらはセーブルの筆の8号丸筆です。あとはこちらの日本画の筆ですね。こういうので塗っていきます。では黄色を、綺麗な黄色ですねをつけていただいて、ここに塗っていきます。周りと色が混じって少し赤みがかったりするんですが、それは、自然でいいと思います。今もうこれでだいたい出来上がりなんですが、ここの、暗いところをもう少し暗めの色を入れていきたいと思います。今度このままこの、細い部分が描ける筆のままですね。で、使っている、花の色にまた青系を入れて、少し今度は、もうちょっと暗めにします。もう少し濃くですね。紫色を作ります。これをところどころに入れて締めていきます。より、深く暗くなる部分ですね。ここに入れます。今お水は引いていませんので、やはり平筆を用意しておいて、エッジが立ってしまうところはぼかしてください。これも全部やるとしつこくなりますので、暗い色を入れると非常に目立ちますので、ポイントになる部分をこの暗い色を入れていきます。葉がですね、少し紫がかるので、影のところをこの上からちょっと紫を入れてってみます。はい、少しですね。それから、仕上げにこの葉のところにですね、先端に少しここで使った黄色をですね、薄くかけていきたいと思います。葉に黄色をかけることで光が感じられますので、少し黄色を葉にかけたいと思います。絵が明るくなります。はい、では乾かしました。では今回は今の季節に咲いているボタンの花をなるべく簡単な方法で描くというのをやってみました。